イポッポこんにちは。好きな車両は313系佐藤王さらです。トランスポートフィーバー2のマップが余ったのでお裾分けに来ました。それがこちらメガブルライト地方マップ。この動画普段の視聴者さん以外も見ると思うので説明するのですが、このマップは TRPG ソードワールド 2.5 に登場する地方ブルライト地方を題材に制作したものです。ケンが作った世界ラクシアを舞台にした TRPG がソードワールド 2.5 なんですが、剣と魔法の世界の割に公式で魔導列車と呼ばれるものが走り回っているんですね。公式が鉄道を大陸にあまねく敷きなさいと言っているようなものなので手が滑りました。では細かくマップの解説といきましょう。まずこのマップの TPF2 的な特徴ですが、都市間輸送を施行したマップになっています。マップサイズは超巨大、都市数は20個、だいたい全体人口が2万前後で止まると思います。ゲームの限界を超えて PC がぶっ壊れない程度を目指して設計しました。余談ですが私はスイスを壊しました。まあこんな感じでガックガクにしちゃったんですよね。皆さんも都市をポンポン追加するのはよしといた方がいいかもです。とはいえこのマップはサンドボックスモッドを前提として作っていますので、お好みで都市や工場を振りかけていくといいでしょう。目安として中規模都市なら8都市、小規模都市なら12都市くらいの追加までなら壊れません。ただしスペックによるというか産業チェーン構築には明らかに足りていない産業があります。具体的には食品と燃料を除いて産業を追加しないといけません。あ、産業で思い出した。このマップは前提モッドとして公式が用意したサンドボックスモードの他にインダストリーエクスパンデッドが必要です。このモッドは産業を追加しチェーンを複雑にするモッドです。具体的には酒造所、漁場、牧場、食肉加工所、食品加工所、製糸場、金山、銀精錬所、油砂採掘所、バイオマスプラスチックプラント、大理石採掘所が追加されます。詳しいチェーン構築図はモッドの URL に記載されていますのでそちらとにらめっこしてもらいたいのですが、漁場や酒造所、製糸場といった産業がソドワと合うので入れています。具体的にはラージャハ近郊に製糸場、キュピー湿原に酒造所が配置されています。つまり悪魔の分け前からお酒を得るには小麦を輸送する必要があります。原作より世知辛くなっています。それと前提モッドではないですが、経営ゲームとして遊ぶ場合は借金マシマシモッドの利用を推奨します。バニラの借金額ではどうにもならないくらい都市間が広いので鉄道公債を発行しまくって日本国有鉄道を目指しましょう。ソドワプレイヤー兼 TPF2 プレイヤーならばシナリオで出てきた村とか町をトッピングしたり、あのキャラクターが地元で産業を立ち上げたらどんなものになるだろうと想像して形にしていくのも楽しいと思います。ですのでマップに配置されている都市は公式設定を基本としています。公式設定から抜けてる産業も多々あります。それとリプレイで出てくる設定は全く目を通していません。地形的特徴としてはこちらのハーベスのように川とか山が頑張って配置されています。サプリメントで町内部が記載されている都市はある程度再現しています。こちらハーベスのスベリス山ですね。ラージャハのオアシスもこの通り。あ、ユーシズの城壁は環状道路になっています。グランゼールも湖くらいしか多分サプリメントを反映していません。それと空中都市サンドキアはどうしようもないのでイースがごとく地上に叩き落とされています。ミラージ共和連邦とかマカジャハットとかジニアスタは手のつけようがありません。アセットで議事堂とか劇場とか闘技場を追加してください。枠所にコロッセオがあります。それと都市名は分かりやすさを重視して国家名を使用しているのでこだわりのある人は各自変更してください。なんというかトッピングを前提にしたマップなのでここからは私が実際にプレイしてみたセーブデータに移ってお話ししていきますね。そういうわけでこちらマップ北東ユーシズ近郊です。すでに城壁を模した環状道路がどこだったのか分かりません。それはさておきユーシズの北と南にそれぞれ都市が追加されていますね。これがいわゆるシナリオで出てきた村や町ってやつです。都市国家ではないユーシズ魔導広告をキャンペーンで取り扱っていたのでそこで出てきた都市を追加しています。また大気ホーンの向こう側にクソデカ盆地を掘り下げてベネヒカという町も追加しています。この町大元の種みたいな記述がユーシズサプリメントにあるので
ソドワプレイヤーならユーシズサプリメントを買いましょう。と、ここまで喋ってから気づきました。この街の元ネタはブルライト博物誌77ページ、大気保温の歴史部分です。嘘でしょ、これユシア市じゃないの？都市の追加が多いのがこちらのマップの西、ミラージュ周辺ですね。ミラージュ共和連邦の方々には頑張ってもらって聖ニクラウスの名を冠した都市を作ってもらいました。都市間距離の問題でちょっと欲しかったので、こういうのもありです。個人的な楽しみはこちら、路線名や工場名をいじくること。例えばこちらのサーペンタインさんは宅に参加した貴族の女の子なのですが、この製紙工場は彼女の実家が手掛けている設定にしたり、ユーシズ鉄道ギルド管轄の特急ならばどういう名前を付けるか考え、魔法特急アドモニにしたり、ロールプレイのはかどるマップとなっています。蛮族の出る世界ゆえ、沿線に冒険者用の住居アセットを散りばめたりね。とマップの紹介としてはこんな感じです。河川や山脈、森林地帯に砂漠地帯、三角巣状の街と、マップ自体の地形としても変化に富んでいるので、ソードワールド未プレイでも十分楽しめると思います。もちろんその後うっかりソードワールドの世界に足を踏み入れていただけると私は嬉しいですけどね。ブルブは3冊締めて3000円くらい、 TPF2 は通常価格4500円、セールもいっぱいセール中ならだいたい半額。